やっぱりこう車を速く走らせるっていうところにはもう僕自身も圧倒的な自信ありますし、もうそれはその技術だけで言ったらそこだけは負けないって自分はね思ってるんですけど、それだけの自信を持てるぐらい見えないところで走りの研究だったりとかしてきた、追求してきた、そういう自信も僕にはあるし、大湯はどこでもどけこの野郎で、もうトップなんか走ってたらもうどれだけぶっちぎれるかっていう、タイヤもガソリンのことも何も考えないやつ。大湯は結構その場でこうイケイケなところがあるから、まあ大湯もまだ若いし、もう速さはもうとにかく速さは持ってるから、もう我が道を行くのが大湯強い、めっちゃ強い。相手が誰だろうと、誰々さん来た、どうしようっていうドライバーよりもそれは頼もしいよね。メンタルは弱いっすよ僕弱いんですけど、本当に弱いっていう部分は誰にも多分見せてないなって思います。そんなに近い人でも本当の自分の弱いなって思うところはやっぱねきついですよいろいろ思うこともあるし、見られる側だし、見せなきゃいけない、感動してもらわなきゃいけない、その気持ちがあるから今まで頑張ってやってこれてる。ファンを大事にしたり子供たち大事にしたり、そういうのがいないじゃん。大湯はカメラ回ってなくてもピット裏でちゃんとサービスしてるしね、そういうことができる人間にならないと誰からも尊敬されない。本当は僕目立ちたがりでも何でもないですからね。北海道民ですけど、山奥で田舎で農業とかやりたいですもんゆっくり過ごしたいですよなんか人目につかないところ静かに一人で黙々とね、一人でいること好きなんで。けどやっぱりレースやる以上中途半端なことしたくないから、そんなチャラチャラしてとか何やってんのとかそんな遊んでないでとか、僕は遊んでるつもりないですけどね、言われることは多々あるけどそこで自分がこうであらなきゃとか、自分が納得してないこととか、こうしたいこうやりたいって思うことを曲げるつもりもないし、やりきりたい、レースやってる以上はやりきりたいと思ってるんで、そこでギリギリ踏みとどまってる人生です折れずにはい。だからさ、スーパー GT って2人のドライバーを用意しなきゃいけないから、ジェントルマンな野尻、イケイケ火の玉ボーイの大湯っていう、これは面白い。なんていうんですかね、もう何でも来いみたいな選手も多分いると思うんですけど、僕はそのやり方できないと思って、いやもう不安なんですよね。何かをしてないとやっぱり不安だし、スーパーフォーミュラーの週末オートポリス大会の後東京帰って1週間ぐらい入院してたんですよ。なんていうんですか、起き上がれないし、今まで通り体を動かすとなんか痛むとかっていうのもあって、すごい安静にしてたんですけど、走らなかったっていうことがやっぱり僕をものすごく不安にさせるし、また同じように走れるのだろうかってすごくやっぱり思ったんですよね。不安にならないためにいろんなことをしてるっていうと、なんかこうたまに思うのは、それはなんか自分に逃げてることでもあるのかなっていう気もしなくもなくて、そういったところでよりこうなんというか、今の自分自身に対してはそういういろんな走る機会をたくさん増やしたりだとか、レースのことをたくさん考えたりっていうのが一番のこの精神安定剤になるんで、本音はそんなに仕事したくないです遊んでたいなって思いますけどね。だからなんかこう張り詰めすぎて穴が開いちゃったのかもしれないですけどでもね、それがやっぱ僕の個性だと思うしね。それとはうまく向き合いながらやっぱレースしないといけないんで、自分を変えることはやっぱできないんで、
どう自分と向き合うかっていうのを大事にしてやってます。野尻に関してはね、もう昔から早かったからね。でも3、4年前かな、早いだけじゃ消えるぞっていう話は野尻にしたよね。だからやっぱりこの世界で500で生き残ってるドライバーっていうのは速くてうまくて強いからね。だから速いやつだけっていうのは辛いよっていう話はした。野尻さんがここ1年ぐらいで結構変わったなって思います。こう無駄がない完成されたレーサーって感じかな。いや、まあ性格が全然違うよね。走り方も違うしね。まあ野尻は結構考えてからの行動するドライバーで、まあ、ちょっとね神経質すぎるところがあるけどね、野尻の場合はね、自分の好みに合ってない車だと行ききれないっていうところがあるけど、まあ大井はそれはないよね。もうとにかく何でも行っちゃうみたいな。それはまあいいとこと悪いとこだと思いますけど、お互いに相乗効果があっていいんじゃない？だからまあ片方大井も考えてレースしなくちゃいけないってことも分かるし、まあ、野尻もまあ、行くとこ行けるだけ行かなくちゃいけないみたいなさ、その辺の相乗効果はまあ同じタイプのドライバー2人だとそうはなんないけれども、まあ、あれぐらいタイプが違うと、でも2人とも速さ持ってるからお互いの相乗効果はすごく大きいかなと思います。ドライバーとしてまず言うとものすごく速いし、どうやったらそのタイム出せんのっていうようなタイムはやっぱり出してくる選手なので、まあ、僕個人としてはすごく刺激的ですね。個性的な部分でいうとちょっとどういう理解をしたらいいのか分かんねえなっていう感じはありますけどねはい、まあ、なかなか個性的だし、なんというか正しい言葉かじゃないと思うんですけど、野尻智樹では彼を理解することはできないと思ってます最初に野尻さんとまあ出会った時は、まあ、僕はまだ全然ペーペーというか、まあ、指導してもらってたような感じなので、上の先輩の存在、まあ、今もですけどの存在ですし、この人すごくいいし、絶対これから先結果の残る人だなって思ってたんで、まあ、ある意味一番越したい人だったんですよね。超えなきゃいけないと思って、それは結果もそうだしレーサーとしても超えなきゃいけないなっていう、だから野尻さんの走りだったりとかもすごい見てきたし、野尻はさらに速くなると思う。大湯が来たことによってものすごくいい回転の仕方をしてるよね。チームがね回ってる、うまく。もうちょっとなんというかみんなみたいにアグレッシブなレースがしたいなっていう、単純にそこですかね。僕の中にあったのは普通に順位を守って何もしないで帰ってきてくださいって言われるのはすごい得意なんですけど、それをなんかこう自分でアグレッシブにレースを作ってっていうのはまあそんなに得意ではなかったんで、だから野尻にも言ったけど、追いつかれたら抜かれる、追いついても抜かない、お前心が弱いんだよ。一歩一歩前に進んで、なんて言うんでしょうね、自分が成長してきてると思ってますし、勝つためには何をしなきゃいけないっていうところが一番大切なところなんですけど、なんかその思いを持ちすぎると今度はね、見なきゃいけない部分を見ようとしなくなるところが僕はあるかなと思うので、そこの自分との戦い方というかコントロールが非常に難しくて、車の 100% を出せるかっていうのがドライバーの仕事だと思ってるんで、まあ、その上でドライバーはやっぱ冷静さ、ドライバーは冷静じゃなきゃダメかなとは思いますね。実際チャンピオン取ってみないとその重みっていうのは分からないと思うし、まあ、むしろ取った時にしっかり重みを感じられるといいなっていう感じはしますけどね。分かんないですね。チャンピオンを取りたいっていうその思いでレースをしているところもかなりありますしね。
そこがやっぱりモチベーションの大きな部分になってると思うんで、もし取った後自分がどうなるかわからないっていう恐怖もあるし、フォーメーション開始1分前です。1分前。取った後のことは誰も分かんないかなっていう感じ、自分自身もよく分からないですし、ちょっとした怖さはあります。まあだけどやっぱりね、取りたいとはすごく思ってるし、まあなんとか、そこにたどり着けるように、もっともっと自分自身も強く持たないといけないって思う瞬間もすごく多いし。逃げないこと、遊びたいとかいろんな感情はそれぞれあると思うんです。これやりたい、あれやりたい。でもやっぱりやんなきゃいけないのはこのレースのことであって、やっぱそれを第一にできる人がプロなんだと思いますね。そのなんていうか、何かを犠牲にしてでもこれをモータースポーツレースを一番に持ってこられる人が。